1番目はこの柿いかだの沖からスタートしてます。いつも動画で言ってますけど、朝だけシャコがいるんで、最初はちょっとシャコチヌ狙い。あったかくなったんでね、チヌもなんか牡蠣を食べに来るんですよね。はい、2月の頭よりは全然入るようになってきましたんで、ちょっと 2,3 番ここでシャコ取ってすぐシャコ引っ込みますんで、引っ込んだら漁場を移動したいと思います。なんかチヌがいない感じですけど、さすが潮が小さいだけある。シャコも少ない。これは両型でしたね。ちょっとシャコも少ないな。ちょっと毎日硬い方、砂地の方をかけたりしてねやってるんで、爪がもうだいぶちびってるんですよね。だから入らんかったんかもしれんので、ちょっと次は綱を長めにやってみたいと思います。先日ぐらいから海の様子が変わりまして、完全に春の感じになりました。ガサが違う。もう匂いも春の匂いがしてます。全然少なかったですね、シャコ。いつもこれの倍はいるんですけど、ちょっともうちょっと大きい行ってみましょう。よう見たら南方ラン時間帯でした。やりすぎました。砂やりすぎた。これは絶対何も入ってないんじゃないかと。シャコダメですね今日。いつもの半分も入らんな。この辺りが拾えるやつでしょうか。あ、ここも。シャコ消えるの早いや。そしてエビが消えるのも早い。では移動します。やってしまったホウカムリ。一番遊んでしまいました。何も取れてない。これは痛い。悪い時間帯なんでそれだけが救いです。なんと皆さん、網直してたら、ほんまに無傷。無傷。これ1枚だけでもうええやないかいっていうようなものが、ほんまにまだ半信半疑ですけど、今でも見えましたよね。もう絶対にあんな状態で本当に入ってるのかという、本当なのか無傷なのか。完全に無傷ですが離してくれない。どうしよう。おお、爪切らずに済んだ。うわすごい。しかもこんな無事に入るとは。フルセット揃ってます。ヒラメ並み、大ヒラメ並みにすごい。ただヒラメはもう今年はすごいんですよね。もうこの1枚で今日は安心です。よかった、ナイス。今の漁場変えてる途中だったんで、こっか
から先硬い方へ行きます。砂地です。潮目ですね。雪解け水でしょうね。砂地の方です。砂地の方は魚はいるんですが、エビがあんまりいないですよね。そしてあんまり来たくない、いつも言ってますけど、爪をちびさせたくない。ただもう来ざるを得ない。今年は1回も正解見てませんね。去年は3つ見たんですけどね。3、4、5、6、チヌはあちらにも4つ目。桜貝、これも見てみたいんですよね。生きたやつ見たことないです。洗っておきましょう。爪の上です。よいしょ。なんじゃあれそれ。ないよ。あ、カニない。やったー。しかも結構な大きさ。嬉しい。今日2枚目。何今のライギョ？ライギョでしょこれ。川から出てきたんです。でもなんかエラ新しいし、死んだばっかりですね。なんじゃこれほんま。海でね。まあでもライギョっすよねこれ。またこっちない。ここ4つおこでがおるけどね。でもおこでなんかめちゃくちゃ減りましたね。一番7やつ入ってたんですけど、来た時はおこではなんか一気にある日突然姿消しました。ただちょっと大きくないっぽいですね。あ、でもこっちもいいものだ。さすがいい時間帯。美味しいギリギリの。ちょっとでもあったかくなるとね、味落ちますね。牡蠣とかもそうですよね。やっぱり2月が美味しくて、あったかくなったらもう急に味落ちます。流し用のくせに下駄の入ります。おーナイス、こっちまで。これはナイスでしたね。こっち2本ありがたすぎる。おかずもう閉められてる。ちょっと電気すぎてやばい。よいしょ。いやめっちゃいい雨でしたね。長潮でも潮返し3時間前じゃねえよ、4時間前はいいですね。いやこれは素晴らしい。ただこれ全部合わせても多めには勝てません。多めの威力すごい。あと1時間やったらちょっと爪ちびさせたくないんで離れて、またエビちょっと餌エビ頼まれてるんでエビ取って、またね夕方ぐらいに硬い方に行きたいと思います。いい時間終わったんでしょうね。チームもゲタも入らん。とりあえず夕方また寄ってみたいと思います。ここへ
いた泥の方には行きませんけど、ダメ砂、泥と砂が混ざったような海域をちょっと夕方まで頑張ってみたいと思います。結構ね、ヒラメを狙うのはここだったりするんですよね。さっきの砂地で取ったのは今季2回目です。いや、春っぽい、春っぽい。おお、同サイズ2つ目。これぐらいのサイズな。うわ、すごいね。まだ2月ですんで美味しいはずです。ちょっとでもあったかくなったらね、また味が落ちるんですよね、これが。確かに逃がすか、生子逃がすか、小さい残せ。引き込めもだんだん見え出したんですけど、自分がする方の毛場は少ないですね、やっぱ今年は。見つけようと思ったらいいもん見つけ。おお、素晴らしい。カニにこっちに流し用なんですけどね、こんなことあるんだな。よいしょ、素晴らしい。今日は最初のシャコが少なかったんでやっぱりダメかな思ったんですけど、塩小さいんで硬い方へ来てから順調ですね。よいしょ、とてもいいんじゃないかと。まさか流し用でこんな、今11時ですけどこの時間でもう安心とか驚きですね。もう1月から流し用はもう本当にもう頭痛がするぐらい何も言わん日が続いてたんですけど、やっぱ立春過ぎると流し用でもね、こういうこともあるんですね。もう本当に1年に一遍あるかなんかですけど、今ぐらいから良くない時間帯です。よいしょ。良くない時間帯、さっきのとこやってももうただ爪ちび刺すだけなんで、さっきも言いましたけどしばらくこの辺で頑張りたいと思います。エビが結構多い。前回の流しの時はエビもいなかったんですけど、今日はなんかエビもまあまあ。潮目、雨も降ったし雪解けと一緒に出てきてるんでしょう。久しぶりに川から水が出てたくさん出てきてますね。シャコ死ぬかもしれません。とか生きてる。いいな、こは生きてる。おお、嘘やん。奇跡すぎる。全然いい時間じゃないんですけどね。無事？ああ、無事じゃない。まあそうだよな、仕方ないし。ちょっと飽きたのでエビ拾いに砂地の方へちょっと帰ってきましたけど、おそらくこの時間来てもまあでしょうね。泥まみれ、光の跡、曇りやし、夕方パワーに期待したんですがちょっと期待できそうにないですね。これであと硬いとこ3番やって帰りたいと思います。なんか太陽なくてもいるのか。何本かな、2つ。
買った。入り出しますかね。なんと怒りを食らってもこんないいキャッチが。やっぱり夕方は夕方ですね。まあ夕方って言っても2時ですが、いつもだいたい2時から4時半ぐらいがいいんですよね。まあ3時には帰りますけど、こんなことにおかずだらけに。途中来た時はチヌも入らんかったやつがありまで入ってる。おお、どこで入ったんだ。でも今よく見たら潮返し4時間前やったですね。一応ボーナスタイムはボーナスタイムなんですよね。今のはボーナスタイムでしたね。4時間前だったんで。爪の上です。お、どこで。よいしょ。3時前になりましたんで、これでラストにしたいと思います。うわ、カニ。無事？お、無事。離れたけど無事ですね。途中とこのラストのね、夕方で、夕方って言ってはまだ3時前ですが、ちょっといいキャッチがあったんで、今日は長潮にしてはちょっと信じられないような、こんなね2月1の量じゃないでしょうか今日は。よいしょ、こっち2本では帰りたいと思います。お疲れ様でした。あ、カニも。お疲れ様でした。お疲れ様です。いつも朝3番、車庫やるんだけど、今日はおりまへんでした。まあちょろっとですね。ちょろっとでした。いつもはだいたいこれの4倍から5倍おるんですけど、長潮じゃけん出ませんでした。しょうがないね。まあ長潮って自分の中で一番悪い潮なんですけど、車庫出んかったけん諦めて、いつも通りちょっと硬い方へ行ったんですが、なんと今日らにこんないいもんがおりまして、やった、でっかしかも無傷。ー。ああ、よう無事入ったんじゃん。ほんまです、無事ない。しかもあれですね、あれなんですよね、これだけ入ったすごい奇跡。ほんまに。多分これだけしか入ってね、この網が、今日一番ええ網だったもうどっちも寄らんでよかったら、寄らんでもいい。びっくりしたまあそれに準ずる網もあったんですよ。いいやんか、なんと長潮なのに、なんと奇跡ですよ。やりました、2匹。ほんと長潮で2匹も取るなんていやな、やめちゃね。奇跡ですよ。明日までお元気でいてくださこれはこっちも入ってる。い。まだおる。金が一気に増えましたね。こんなにも。エビも餌エビ頼まれた分だけ取れたんで。よかったです。こっち。はい、こっち。こっちも今日多めで、なんと長潮と思えない。長潮なのにもかかわらず、多分2月で一番ええ量です今日。やりました。色すごいねこれ。多いし、いいが入ってるこれが高いんじゃないですかね。こんな感じでした。はい、お疲れ様はい、でした。お疲れ様でした。皆さん今日もハードワークボッケお疲れ様でした。今日は撮影日ではありません。ですが今仕事から帰ったらとんでもなくええもんが届いてましたので、急遽撮影してます。夕食も急遽変えることになりました。こちらすごいですよこれは。うわすごい鳥貝。そしてこちらはうわすごい大ごっつおになってますね。これはもう鳥貝はあれでしょう。あれにするしかありません。東京に送ってるそうです。これ食べさせてもらおうと思ったら1体1個東京で軽く1000円超え。そうよなあすごい。鳥貝とアサリ、去年アサリを送ってくださった
姫路白浜の漁師上田健太社長が送ってくださいました。健太さん誠にありがとうございます。本当にありがとうございます。あんな高級品が食べれるなんて。去年ね食べてあっさりめちゃくちゃうまかったんで、出汁もすごい出たんですよね。だから去年の時点でちょっと今年ちょっとお世話になってる先輩たちに送らせていただきたいということは去年伝えていたんですが、まさか今年も送っていただけるとは、しかも鳥貝まで。本当にありがとうございます。で今日のお酒はこちらです。天保一。名前は知ってたんですよね。なぜならお隣の福山市のお酒だからです。ただ買ったことなかったですね。でこれ買うのもめちゃくちゃ悩んだんですよ。2つに絞って悩んだんです。純米酒かこの超辛か。千本錦って書いてますけど、このお米はちょっと聞いたことないな。純米酒なので精米部合は 60% 以上なんで 60%。 お米の香りどうなんでしょうか。アルコール度数は15度。ちょっと超辛っていうの飲んだことなかったんで、今まで超辛に結局決定させていただきました。さてまずは香りから。お米の香りはあまりプンとこない。純米酒といってもプンとくるやつばっかりではもちろんないので、これはかすかにお米の香りって感じでしょうか。いただきます。辛いですねか。これが超辛なんか。お酒としてはすっきりでとても美味しいですね。飲みやすい感じのタイプのグビグビいけるタイプのやつです。超辛がどうかと言われると、辛いのが得意な自分からすると、これが超辛なんかって感じですね。そこまで超辛ではないな。ちょっと調べてみましょうか。香りはです、個人的にはお米の香りはそんなにきつくなく、ですね、綺麗で爽快な辛口、華やかな香りと後半にやってくる程よい酸や苦味のバランスが抜群。フルーティーな香りと洗練された味わい。フルーティー、純米酒ですからね。吟醸とかを飲めばフルーティーなんでしょうか。そんなに自分はフルーティーさは感じませんでしたが、そうらしいです。天保一も種類があるんでね、吟醸飲めばそうなんでしょう。酸味と苦味って書いてますが、ちょっと意識しながら飲んでみたいと思います。そう言われると後味にかすかな酸味と苦味が。なるほど。でこの天保一と今日はさっきの鶏貝をいただきたいと思います。はい、お待ち。ありがとうございます。大将今日威勢がいいですね。これはすごい。これは息がいいのが入ってる。これはでも本当にすごい。鶏貝の香りを嗅ぎたい。鶏貝久しぶり。今年本当一回も取ってないな。そう言われたらあんまり自分がやるちょっとプレイグラウンドにあんまりいないんですよね。これどちらかというと笠岡寄りの方にいるんですが、ちょっと天保一の準備、もちろん紐も捨ててませんが、どれこすごいな。これはあさりのお吸い物をつけました。食べる前にあさりのお吸い物も来ました。素敵すぎる。これはすごすぎる。いやこれはすごいな本当に。これ東京で食べたら、もう東京送ってるらしいんですけど、東京で食べたらいくらするのか。ちょっと鶏がいただきます。これすごいな。いただきます。ちゃっと、どうでしょう。食い応えがもう尋常じゃない。これすごいな。当然ですけど香りがもうめちゃくちゃ良くて、鶏貝の香り新鮮で歯ごたえも抜群で、も言われないぐらい本当に美味しいです。ではアサリのお吸い物いってみたいと思います。もう結局アサリは自分はもうお吸い物が一番好きですね。やばうま。ちょっとよりしま醤油を足したいと思います。これもう出汁だけでいってますけど、ちょっとよりしま醤油足して、うまっ。時を止まってほしい。本当にこのまま永遠食べ続けたい。いただきます。これはこれで本当にご飯あってもいいな。いやこれで本当もう今日は出しませんけど、あえてこれいってお酒いってこれいって一番乗りでご飯いったらもう飛ぶでしょうね。もうこれはちょっとこれはやばい。山椒あったんじゃなかったかな。
わさびプラスして今度はこっちの紐いってみたいと思います。なんならこれ醤油いらんぐらいやな。まあこっちの方にはかないませんけど、紐も歯ごたえがあってめちゃくちゃうまいですね。今日ちょっと寒いんでめちゃくちゃ染みますね。上田社長のおかげで大ごっつおになりました。ほんまにありがとうございます。飲みすぎそうですけど、今回もご視聴ありがとうございました。ちょっと食べた？食べた。めっちゃうまいがこれ。やばすぎよこれ。恐ろしい。恐ろしい。もうこのアサリだけでもなんか味が沖で自分で取ってきて養殖するらしいんよな。そうなんだ。どうやってやるんだろうな。うちもカゴかな。我が家もできる。できるの？できんだろ。上田社長のところにいっぺんちょっと習いに行かんといけない。やり方。くるみさん。くるみや。